しかし彼には、誰にも言えない秘密があった。競馬賭博によって積み上げた3億ウォン相当の借金だ。2025年2月、香港で起きたこの事件は、世界中に衝撃を与えた。法廷に立つ男の表情は、終始無感動だった。傍聴席では、被害者の家族が静かに涙を拭っていた。裁判官が有罪判決を読み上げた瞬間、男はただ一度だけ目を閉じた。それだけだった。この男の名はチャン・ウェイミン。当時42歳。香港の中堅企業に勤める。どこにでもいる普通の会社員だった。しかし彼には、誰にも言えない秘密があった。競馬賭博によって積み上げた3億ウォン相当の借金だ。給料は全て消えた。貯金も底をついた。それでも彼はかけ続けた。妻のリン・シユアンは、夫の異変に気づいていなかった。いや、正確には、気づかせてもらえなかった。夫は家庭では穏やかで、優しかった。経済的な不安を一切見せなかったのだ。しかし水面下では、男の計画が静かに動き始めていた。妻を受取人とした高額の生命保険。その契約が結ばれたのは、事件のわずか4ヶ月前のことだった。そして運命の夜が訪れた。妻が死亡したその日、警察は現場を確認し、自殺と結論付けた。証拠は少なく、遺書も見つかった。誰もが悲劇的な事故として処理しようとしていた。だが、保険会社の調査官は違和感を覚えた。申請書類を精査するうちに、ある映像記録にたどり着いた。妻が死亡する3時間前、夫は競馬場にいた。その映像が、全てを変えることになる。完璧に見えた犯行には、一つのほころびがあった。そして警察が見落とした72時間の空白が、じわじわと男を追い詰めていく。この事件の恐ろしさは、被害者がごく普通の日常を生きていたという点にある。彼女には何の落ち度もなかった。ただ、夫を信じていただけだった。次は、リン・シユアンという女性が、事件の前日までどのような日々を送っていたのかを見ていこう。リン・シユアンは、香港の九龍地区にある小さなアパートで暮らしていた。築30年を超えた古びた建物だが、彼女にとってそこは大切な家だった。毎朝6時半に起き、夫の弁当を作り、7時には職場へと向かう。その繰り返しが彼女の日常だった。34歳、会計事務所に勤める。どこにでもいる普通の女性だった。職場での評判は良く、同僚からはいつも笑顔で、愚痴を言わない人と慕われていた。昼休みには近所のカフェで小さなケーキを食べるのがささやかな楽しみだったという。夫のチェン・ホウは同じ会社の総務部に勤めていた。二人は社内恋愛で結ばれ、結婚して4年が経っていた。周囲の目にはごく普通の夫婦に映っていた。休日には一緒に市場へ出かけ、時には郊外へドライブにも行く。そんな穏やかな生活が続いていると誰もが信じていた。しかし、その普通の裏側で何かが静かに崩れ始めていた。チェンが競馬に手を出したのはおよそ2年前のことだ。最初は小遣い程度の賭けだった。だが、一度大きく買ったことで歯止めが効かなくなっていった。2025年の春までに彼が抱えた負債は3億ウォン相当にまで膨らんでいた。それはリン・シユアンには一切知らされていなかった。彼女は夫を信じていた。ただ、それだけだった。事件の前日、シユアンはいつも通り職場を定時で上がり、スーパーで夕食の食材を買い、アパートへ戻った。夫はその夜、少し遅くなると連絡してきた。珍しいことではなかった。彼女は一人で夕食を済ませ、テレビを見て、床に着いた。翌朝、その日が最後の朝になるとは、知る由もなかった。2025年11月7日の朝、香港は薄曇りだった。シユアンはいつも通り起き上がり、キッチンへ向かった。夫はすでに外出していた。後に判明することだが、チェンはその朝、競馬場にいた。妻が死ぬ。わずか3時間前のことだった。2025年11月7日、香港の空は白く霞んでいた。シユアンはいつもと変わらぬ朝を迎えていた。目を覚ます。顔を洗う。キッチンへ向かう。それだけのことだった。夫のチェンはすでに家にいなかった。早朝から出かけることは珍しくなかった。彼女は何も疑わなかった。チェンがその朝、どこへ向かったのか、後の捜査で明らかになる。彼は競馬場にいた。妻が死ぬ。
わずか3時間前のことだった。午前中、アパートの廊下は静かだった。隣の住人は、物音一つ聞こえなかったと証言している。シユアンがキッチンで朝食を作っていたのか、それとも別の部屋にいたのか、それはもう誰にもわからない。午前11時過ぎ、チェンがアパートに戻ってきた。競馬場から直接帰宅したと見られている。エレベーターを降り、廊下を歩き、自宅の扉を開けた。その後、何が起きたのか、チェンが通報したのは、それから間もなくのことだった。妻が倒れている。動かない。電話口の声は、落ち着いていたと記録されている。救急隊員が駆けつけた時、シユアンはすでに息をしていなかった。浴室の床に横たわり、手首には傷があった。状況は、自殺を示唆するように見えた。最初に現場を確認した警官は、争った形跡がないと報告した。部屋は整然としていた。荒らされた様子はない。遺書こそ見つからなかったが、精神的に不安定だった可能性があるとして、捜査は自殺の方向で進められた。チェンは泣いていた。救急隊員の前でも、警官の前でも、彼は悲しみに暮れる夫を演じ続けた。誰も疑わなかった。少なくとも、その場では。だが、見落とされた事実があった。一つは、シユアンが生命保険に加入してから、まだ1年も経っていなかったこと。もう一つは、チェンが競馬場に残した記録だった。監視カメラは、彼のすべての動きを捉えていた。警察が自殺と結論付けた72時間の間に、本当は何が起きていたのか、その答えを最初に見つけたのは、警察ではなかった。保険会社の調査官が動き始めた時、この事件は新たな局面を迎えることになる。保険会社の調査官、ホイは、事務的な書類確認のつもりで動き始めた。しかし、ファイルを開いた瞬間、彼の手が止まった。シユアンが生命保険に加入したのは、死亡のわずか11ヶ月前だった。満期まで1年にも満たない。保険金の額は300万円相当。決して小さくない数字だった。それだけではない。保険の受取人は、夫のチェン、カーロン、ただ一人だった。ヤンは慎重に記録をたどり始めた。加入時期、保険金額、そして家庭の財務状況、どれを見ても不自然な匂いがした。警察はすでに自殺と結論付けていた。遺書もあった。法医学的な所見も大きな矛盾は示していなかった。公式には事件は閉じられていた。だが、ヤンには職業的な義務があった。保険金の支払いには独自の調査が必要だ。警察の結論にかかわらず、自社の基準で事実を確かめなければならない。彼が最初に向かったのは、チェンが通っていた競馬場だった。施設の管理部門に連絡を取り、監視カメラの映像提供を求めた。映像が届いたのは、申請から4日後のことだった。ヤンは画面を前に、再生ボタンを押した。タイムスタンプは、シユアンが死亡したとされる日の朝を示していた。映像の中に、チェンの姿があった。競馬場の窓口前に立ち、馬券を買っている。その時刻は、午前10時17分。シユアンの死亡推定時刻の、わずか3時間前だった。ヤンは再生を止め、メモを取った。チェンはその日、妻が危険な状態にあると知りながら、競馬場にいた。あるいは、すでに何もかもが終わった後で、そこにいた。どちらであれ、この映像は重大な意味を持っていた。次に、ヤンは掛け金の記録を調べた。金融機関への紹介、取引履歴の精査。作業は地味だったが、数字は正直だった。チェンの口座は、過去2年間で深刻な状態に陥っていた。給与は入金される旗から消え、残高はほぼゼロが続いていた。それどころか、複数の借入記録が存在した。総額は300万円を超えていた。保険金の額と、ほぼ一致していた。ヤンは報告書を作成し、当局に提出した。警察が再捜査に動き始めたのは、それから72時間後だった。捜査員たちがチェンの元へ向かうとき、チェン自身はすでに、完璧なアリバイを準備していた。チェンが用意したアリバイは、一見して完璧だった。妻が死亡した夜、彼は会社の同僚たちと食事をしていたと主張した。領収書もあった。複数の証人もいた。警察の初動捜査では、その証言に矛盾は見当たらなかった。しかし、仮の報告書を受け取った捜査員たちは、今度は違う目で証拠を見直し始めた。まず、同僚たちへの再聴取が行われた。最初の供述と、
細部が微妙にずれていた。食事の終了時刻、店を出た順番、チェンがトイレに立った回数、小さなズレがいくつも積み重なった。次に、チェンの携帯電話の位置情報が精査された。妻が死亡した時刻の前後、1時間半にわたる記録が取り出された。電波塔との接続履歴は、彼が主張する場所とは微妙に異なる位置を示していた。完全な矛盾ではない。しかし、説明のつかない空白が存在した。そして、競馬場の防犯カメラ映像が改めて確認された。妻が死亡する3時間前、チェンは馬券売り場の窓口に立っていた。食事の約束があったはずの時間帯に、である。彼はその場で大きく負けた。記録によれば、その日だけで30万円相当を失っていた。窓口を離れる際の表情が、カメラにはっきりと映っていた。怒りではなかった。凍りついたような、静けさだった。捜査員が注目したのは、その直後の行動だった。チェンは競馬場を出た後、一度も立ち止まらず、自宅のある方向へと歩いていた。同僚との食事会場とは、全く逆の方向だった。アリバイに、最初の亀裂が入った瞬間だった。当局は同日夜、チェンを任意同行という形で呼び出した。彼は落ち着いた様子で応じた。弁護士も同席させた。すべてを想定していたかのように、準備が整いすぎていた。取り調べ室でのチェンは、淡々と話した。競馬をしていたことは認めた。借金があったことも、渋りながら認めた。しかし、妻を殺したとは断じて認めなかった。妻は自ら命を絶ったのだと、繰り返した。だが捜査員たちはすでに、別の事実に気づいていた。保険契約の署名が、妻の筆跡と一致しないという鑑定結果が出ていた。完璧に見えた犯行に、静かに、しかし確実に、が走り始めていた。保険契約書の筆跡が、妻のものと一致しない。その鑑定結果は、静かに、しかし確実に、捜査の流れを変えた。チェンは取り調べ室で、依然として落ち着いた態度を崩さなかった。競馬場にいたことは認めた。多額の借金があったことも、渋りながらも認めた。しかし、妻を殺したという事実だけは、頑として否定し続けた。妻は自ら命を絶ったのだ。と、繰り返し、同じ言葉を口にした。だが捜査員たちは、その言葉の裏にある矛盾を、一つずつ丁寧に拾い集めていた。筆跡鑑定の結果を受け、捜査班は保険契約の経緯を徹底的に洗い直した。契約が結ばれたのは、チェンの競馬による損失が最も膨らんでいた時期と、ぴたりと重なっていた。偶然とは、とても言えない一致だった。さらに、もう一つの事実が浮かび上がった。妻の職場の同僚が、口を開いた。彼女は証言した。死の1週間前、妻から連絡を受けたのだと。その内容は、単なる雑談ではなかった。夫が何かを隠しているような気がする。と、妻は不安そうに話していたという。しかしその同僚は、警察の最初の聴取では、その話を伝えなかった。なぜか、自殺という結論がすでに出ていたからだ。伝えても意味がないと思ったのだと、彼女は言った。捜査員たちは、その言葉を静かに受け止めた。最初の72時間に見逃されたものが、今になって次々と姿を現し始めていた。チェンの携帯電話の通話記録も、新たな疑問を投げかけた。妻が死亡した当日の夜、彼は複数回、見知らぬ番号に電話をかけていた。その番号の持ち主は、競馬の賭けを仲介していた人物とつながっていることが判明した。妻が死んだその夜に、なぜ賭けの仲介者と連絡を取る必要があったのか、完璧に見えた犯行の輪郭が、少しずつ、しかし確実に崩れ始めていた。そして捜査班が次に目を向けたのは、チェンの周囲にいた、もう一人の人物だった。捜査班が注目した、もう一人の人物。その名は、ヤン・ホウという男だった。チェンとは10年来の付き合いがある。旧友と呼べる存在だった。表向きは貿易会社に勤める普通のサラリーマン。しかし調べを進めると、その実態は全く異なっていた。ヤンは長年にわたり、非公式の賭け仲介業に関わっていたことが判明した。競馬の情報を売り、賭けの取り次ぎを行い、裏で多額の金を動かしていた。そして、チェンの3億円に及ぶ競馬の負債。その大部分が、このヤンを通じて積み上げられたものだった。被害者である妻と、ヤンの間にも接点があった。妻はかつて、ヤンの存在に気づいていたという。
チェンの携帯電話に繰り返し現れる同じ番号、それを妻が問いただしたことが一度ならずあったとされている。チェンはその都度、仕事の取引先だ、と言い張っていた。しかし妻は納得していなかった。知人への証言によれば、妻は死の数週間前、夫が何かを隠している、と漏らしていたという。その言葉が、今になって意味を持ち始めていた。ヤンへの任意聴取が行われたのは、妻の死から10日後のことだった。彼は当初、チェンとの金銭的なやり取りを全面的に否定した。ただの給油、それだけの関係だと繰り返した。しかし捜査官が突きつけたのは、2人の間で交わされた通話記録だった。妻が死亡した当日だけで、4回、深夜0時を過ぎてからも、連絡は続いていた。ただの給油が、妻の死んだ夜にこれほど頻繁に連絡を取り合う理由とは何か。ヤンの表情が、わずかに揺らいだ。そして捜査班は、一つの仮説を立て始めた。チェンは単独で犯行に及んだのか、それとも、ヤンが何らかの形で関与していたのか。保険金の受取先、負債の整理、そして、死亡当日の不自然な連絡、すべての意図が、二人の男を中心に絡み合い始めていた。完璧に見えた犯行は、実は複数の意図と思惑が重なり合った。もっと深い闇を隠していたのかもしれない。次の取り調べ室で、その闇はついに口を開く。取り調べ室の空気は、重く沈んでいた。チェンは椅子に座り、腕を組んだまま、視線を床に落としていた。その表情は、もはや平静を保とうとする努力すら感じられなかった。捜査班は、すべての証拠を机の上に並べた。競馬場の CCTV 映像、保険契約の書類、そして、妻が死亡した当日の行動記録。刑事が静かに口を開いた。あなたは、妻が死ぬ3時間前に競馬場にいた。そして、その翌日に保険会社へ電話している。説明してもらえますか？チェンは、しばらく黙っていた。しかしその沈黙が、すでに一つの答えだった。調査官が発見した映像には、明確な事実が記録されていた。チェンは妻の死亡推定時刻の直前まで、自宅から離れた場所にいた。にもかかわらず、発見者として最初に警察へ連絡したのも彼だった。時系列に、致命的な矛盾が生じていた。さらに追い打ちをかけたのは、ヤンの証言だった。ヤンは取り調べの中で、ある事実を認めた。チェンから、証子金を動かす手伝いをしてほしい、と頼まれていたという。その依頼は、妻の死亡から数週間前のことだった。保険金の一部を、第三者の口座を経由させる計画。チェンは、すべてを緻密に設計していた。借金の総額は、3億ウォン相当に膨れ上がっていた。妻には、一切を隠していた。むしろ妻が知ろうとした時、すべてが崩れ始めることをチェンは恐れていた。保険金は、その恐怖から逃げるための唯一の出口だった。刑事はゆっくりと続けた。あなたは完璧な計画だと思っていた。しかし、一つだけ忘れていた。カメラは嘘をつかない。チェンの肩が、わずかに揺れた。積み上げてきた嘘の構造が、音を立てて崩れていく瞬間だった。3億円の借金、隠し続けた生活、そして、消えた妻の命。すべての線が、この取り調べ室で一本につながった。チェンが初めて顔を上げた時、その目には涙ではなく、疲弊だけが残っていた。逃げ場はなかった。真実は、もうすでにそこにあった。次の瞬間から、この事件は新たな局面へと突入する。チェンは、長い沈黙の後、静かに口を開いた。もう、終わりにしたい。その一言が、取り調べ室の空気を変えた。2025年11月、香港高等裁判所において、チェン、本営に対する正式な起訴状が読み上げられた。罪状は、妻リン、シウアンに対する第1級謀殺、そして保険金詐取を目的とした計画的犯行。検察側が提示した証拠は、圧倒的だった。競馬場の監視映像、妻の死亡3時間前に記録された、チェンの単独行動、3億円を超える掛け金の記録、そして、妻の死の直後に申請された複数の生命保険金、どれ一つとして、偶然では説明できないものだった。弁護側は当初、妻の死を自殺と主張しようとした。しかし、保健調査官が掘り起こした72時間分の記録が、その主張を根底から崩した。遺体の状況、アパートの施錠状態、そして、妻がチェンに送った最後のメッセージ。今夜、話がある。
本当のことを教えて。妻は、すでに何かを感じていた。それでも、信じようとしていた。その信頼が、命取りになった。裁判は4ヶ月にわたって続いた。チェンは最終弁論の場でも、感情をほとんど見せなかった。ただ一度だけ、妻の写真が法廷に提示された時、彼はわずかに視線をそらした。それが、唯一の動揺だった。2026年3月17日、チェン、本営に終身禁錮刑が言い渡された。仮釈放の可能性は、ない。判決文の中で裁判官はこう述べた。被告は愛すべき伴侶、金銭的損失を隠蔽するための道具として扱った。これ以上の非道はない。法廷に静寂が広がった。チェンの両親は傍聴席で顔を覆った。リンの家族は、ただ前を見つめていた。事件はこれで、法的には終結した。しかし、残された問いは消えない。なぜ、警察の初動捜査は自殺と結論付けたのか。あの72時間に、何が見落とされていたのか。そして、保健調査官が動かなければ、チェンは今も自由だったのか。一つの命が失われ、一つの嘘が暴かれるまでに、あまりにも多くの時間が流れた。リン・シユアン、享年34歳。彼女の名前だけが、この事件の中で唯一、嘘をついていない。次回、エピローグ。この事件が香港社会に突きつけた、ある静かな問いについて、チェン・カーミンは、2025年11月、香港高等裁判所において、妻リン・シユアンに対する謀殺罪で有罪判決を受けた。量刑は、終身刑。法廷で彼は、最後まで無実を主張し続けた。判決が読み上げられた瞬間、傍聴席にいたリンの母親は、声を殺して泣いていたという。保健調査官のウォン・タクシンは、その後、香港の保健業界が主催する調査研修の講師を務めるようになった。彼が担当したこの事件は、業界内で、72時間の教訓、と呼ばれ、保健調査における初動対応の重要性を示す事例として、今も語り継がれている。ウォンはある取材でこう語った。私は正義のために動いたのではありません。ただ、数字が合わなかった。それだけです。警察の初動捜査を担当した刑事2名は、内部調査の対象となった。公式な処分は公表されていない。香港では現在も、競馬を中心とした合法賭博が社会に深く根付いている。香港ジョッキークラブの年間売上は、2025年時点で約2兆円規模に達する。その莫大な資金の一部が、医療や教育への寄付として社会に還元されている。光と影が同じ場所に存在し続けている。リン・シユアンが暮らしていたアパートの一室は、今も誰かが借りて生活しているという。彼女がそこで笑い、泣き、眠っていたことを、誰も知らないまま、一つの命が消えた部屋に、日常はただ静かに続いていく。それが、この事件が香港社会に残した、最も重い問いかもしれない。便利さや豊かさの裏側で、誰かが見えなくなっていないか。私たちは、今日も問われている。